ここで問題です。次の A、B のうちどちらが不幸でしょうか？ A、会社に行く途中で現金30万円を落とした。B、恋人に浮気され、しかもその浮気相手が親友だった。正解は、どちらも幸せです。本書を読めば、その謎は解けることでしょう。あなたは幸せを見逃しているだけ。春が終わりを迎える頃、駅に向かう道の途中で、可愛らしい小さな花々をたくさん見つけました。ピンク、黄色、紫、可憐に控えめに咲いています。じっと見つめていると、はにかみながらも咲いたことをとても喜んでいるのが伝わってきます。この季節の世界には、鮮やかな彩りが散りばめられます。その彩りを見つめているだけで、魂が震え、至福に満たされます。幸せは一体どこにあるのだろう。あなたはずっと探していたかもしれませんね。でも本当はそこにあるのに見逃しているだけです。この世界には際限なく幸せが広がっている。ガラスのコップに当たった光だってよく見れば途方もなく美しい。まして咲いている花や吹き抜ける春風や新緑の眩しさがどんなにあなたを幸せにするかわからない。この世にはたくさん素敵なことがある。それでもあなたは悲しいことや腹立たしいことばかりを見つめようとする。その視線をちょっとずらすだけでいい。そこにはいくらでも幸せが転がっている。無料で大放出中だ。苦しみばかり見つめていないで、ありきたりすぎて見逃している幸せを再発見しよう。そうすれば、いかに恵まれ、いかに満ち足りているかすぐに思い出せるはず。あなたは不幸なのではありません。ただ単に幸せを見逃しているだけです。この本は自分の人生なんてろくなもんじゃないって悲しい気持ちになっている方にこそぜひ読んでいただきたいです。本当は不幸なんかじゃない。すべては最高の人生に向かって起こっている。私にはそういうことを教えてくれる人はいませんでした。でもあなたにはこの本がある。あなたは素晴らしい人です。どこもおかしくない。私があちこちすりむきながら掴んだ幸せって意外に簡単なんだってことをぜひこの本を通して掴んでください。あなたの幸せを心から祈っています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は幸せなことしか起こらなくなる48の魔法という本をご紹介したいと思います。僕は読む本を選ぶとき、大抵は最初の数ページをパラパラとめくって雰囲気や空気感、メッセージなんかが自分に合っているかどうかということを確認するんですね。大変便利な世の中で Amazon でも試し読みができるので、ネットで本を買うときも中身を少しだけ確認してから買うんです。そんな風にあれこれ本を探していたときに冒頭の質問にぶち当たったんです。現金30万円を落とすのと恋人の浮気相手が親友だったのとどちらが不幸？現金30万円はまた頑張って稼げばいいとしよう。でも恋人に裏切られてその相手が自分の親友だった場合はちょっと目も当てられないよね。なんてあれこれ思いながらページをめくるとどちらも幸せです。ですって。おいおいそんなことあるわけないでしょ？なんならなかなかインパクトのある不幸エピソードでしょうよ。と思ったわけですよ。一体どういうこと？ということで、ポチってしまったのですが、全部読んだ今では、なるほど、そういうことか、と納得しましたよ。皆さんもきっと気になっていますよね。著者は大木幸乃さん。小学校教師、コピーライターなどを経て、スピリチュアルの世界で仕事を始められ、宇宙にお任せして魂の望むまま生きようと決意した時から、想像を超えたラッキーやミラクルが起こり、八方塞がりの人生が自由で豊かな人生に転換したそうなのです。その奇跡体験を発信しているブログも大人気ですし、多くの著書も出版されています。本チャンネルでも以前、
願った以上の未来を手に入れる365日の宇宙ワーク大全という本をご紹介しております。そんな彼女が幸せって意外に簡単、何かを目指したり付け足したりしなくても OK なんだよということを教えてくれているのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。この世は思い出しゲーム。私はずっと幸せだと実感するにはいろいろな条件が揃わないとダメなんだと思っていました。まず大好きなことを仕事にして、それで成功して高収入で、心から分かり合えるたくさんの友人に恵まれ、愛し合えるパートナーもいる。家族もみんな健康で仲良く、自分はいつも若々しくて美しく輝いていて、素敵な家にも住んでいる。まあ、最低このくらいのことが揃って、初めて幸せだって言えるんだと思っていました。でも、そうじゃなかった。幸せは何かが手に入ることや、何かを知っていること、そして何をやっているかの問題ではなかった。私にとってはただ単にありのままでいいんだと心から思える状態のことだった。どんな自分もいていいんだと思える安堵感のことだった。外側でどんなことが起ころうと真実の世界では何も失われることなく何も変わらず無限の平和があることに目覚めることでした。その状態にあれば別に何をしていても幸せを感じることはできる。そして内側が満たされていればやがてそれは外の世界にも反映されていくものだと実感しました。だから幸せは決して大それたものではなく、選ばれた人のみが体験するものではないんだと思います。難しい手法や理論もいらない。深刻になるような問題でもない。呼吸するのと同じくらい当たり前で、実はそもそもそうであったと気づくだけのものでした。幸せを難しいものだとずっと思ってきた私にとっては、その事実に気づいてみると、確かに幸せって意外に簡単だったのです。でもね、本当の幸せは幸せであるとか不幸であるとか全く意識しなくなることのようです。どの瞬間もどんな体験もすべてがすべてあるがままでいいのだと受け入れてしまうと、幸せと不幸の境目がなくなってしまうからです。そしてあなたが自分の人生をどう感じているかにかかわらず、実は今この瞬間もあなたはその究極の幸せの中にある。何もしなくてもすでに満たされている。そんなことは私が言うまでもなく、あなたの魂はちゃんとわかっている。わかっているんだけど忘れたことにして、顕在意識を使って思い出すゲームをしているだけです。この世は思い出しゲームなんですよ。要するにあなたの好きなコース、好きなペースを選んでそれをやっているだけのこと。だから何も間違っていないんです。ちゃんとうまくいっています。360度の幸せ。例えばある人が今生活が苦しいとします。その人はそれでも将来絶対に最低でも月収100万円を稼ぐぞという目標を掲げました。その目標のためだったら何でもしようとがむしゃらに働いて、がっつり資金を貯めて、とうとう自分の会社を設立しました。時流に乗ったその会社はどんどん売り上げを伸ばし、気づいたら自分の月収は100万どころかそれ以上になっていた。意図して受け取ることを許可して、絶対そうなると信じて、そして行動も一生懸命すれば、確かに望んだことは手に入ります。さてさて、この人は会社がうまくいって、月収も多い時には1000万以上入る時もある。ベンツに乗って高層マンションの最上階から毎日大都会を見下ろし、美人の奥さんもいて、値札を見ないで買い物をするようにもなりました。ですが、仕事はあまりにも忙しく、
ほとんど家庭を顧みることができません。でも家族には贅沢な暮らしをさせているんだから文句ないだろうと思っていました。ところが、実は奥さんはいくら贅沢をしても満たされませんでした。本当は夫婦で一緒にいる時間が欲しかったのです。そしてたくさん話がしたかった。奥さんはだんだん満たされなくなってきました。ある日、その人が家に帰ってみると荷物がなくなっていて、あなたといても寂しいだけでした。私は私の道を行きます。さようなら。という奥さんからの置き手紙だけがあり、奥さんはどこかに消えていました。最初に望んだ月収100万円の望みは今も実現し続け、ますますアップしています。でも砂を噛むような日々になりました。幸せになろうと思って頑張ってきたのに。目標を定めればあなたという人に降り注ぐ360度の恩寵のうち、その目標の角度からしか幸せは入ってきません。じゃあ、もっと望めばいいんだと思いますか？この人は温かい家庭というのも望めばよかったのか。いやいや、もっともっとたくさんのことを望めばよかったのだ。そういう考え方もあるでしょう。それももしかしたら実現するかもしれません。そしてそれも間違いということではありません。でも本当の幸せはそこにはないかもしれません。なぜなら幸せとは物や地位、名声、収入、美人の奥さんではないからです。幸せは心が満たされているというただの状態なのです。物や地位、名声、収入、美人の奥さんが手に入れば心が満たされると思ったから望んだのです。本当の望みは外ではなく内にあるのです。さて、その心が満たされるという状態、実は一瞬で手に入ります。思考を止めて今にただあるだけで探さなくても最初からあったものだと気づきます。そしてその自分の真芯に存在している全き平安。それとともにいつもいれば何かを絶対手に入れてやると意気込まなくてもただただ魂に従って生きているだけで最高最善がもたらされます。あなたの本質はこの宇宙すべてよりももっともっと大きな無限の恩寵そのものです。その無限の恩寵に向かっていつも扉を開くことができていたら、あなたが頭で望んだことを超越した真の幸せがもたらされて当然なのです。想像以上の恩寵がもたらされるのに、想定内の幸せに限定する必要はないのです。幸せになる方法では幸せにならない。さて、自転車に乗れない人が自転車に乗る方法を本で学んだとします。もう舐めるように読んで暗記までした。じゃあそういう人が自転車に乗った途端に乗りこなせるようになるかといえば、そういうわけにはいかないですよね。本で読んだ乗り方は参考にはなるけれど、実際自転車に乗ってみないと車輪とハンドルのバランスを取る感覚をつかむことはできない。生きるってことも自転車に乗れるようになるのと似ている部分があると思います。生き方について書かれた本は山ほどある。どれもみんないいことを言っている。参考になることはたくさんあるでしょう。でもいくら本を読んでその方法を頭で理解できたとしても、実際生きてみなければわからない。自分の体を使って生きてみて、初めて自分にふさわしい生きるというバランスの取り方が分かってくる。私もどうしたら幸せになれるんだろうとずーっと思っていました。ハウツー本ももちろん読んだことがありましたよ。でもね、今気づいていることは、幸せに関しては方法の問題ではないんだなということ。方法が人を幸せにするわけではないんだなと感じています。本当は幸せになろうとすることを完全にやめた方が早く幸せになれます。でもこれは方法じゃないんですよ。いくら頭で、よし、わかった。幸せになろうとするのをやめるぞって思ってみても、そうなれるものでもない。覚悟の問題のような気がします。
この覚悟が決まると、途端にもう不幸という状態ではなくなります。不幸や混乱は足りない、どうにかしなければから来ていますから、これを放棄したらもう不幸になりようがなくなるのです。社会的に名声を博していたとしても、収入が高かったとしても、やりたいことを仕事にしていたとしても、満たされない人はたくさんいます。それなのに、無名のすっかんぴんで裸に布一枚を巻いている程度なのに、月を見上げて涙したりする幸せ者もいるのです。この人は決してバカなわけじゃない。純粋に満たされています。神としての本質をシンプルに顕在化した人です。コアが常に至福であることに目覚めていれば、何をやったってどういう状況であっても天と一つになっている。そして天が自分という肉体を通じて表そうとするものを無制限に表し続けられる。もしもそういう状態であるなら、その人は他人から見てとても生き生きしていて幸せに見えるでしょうね。でも本人は別に幸せだとも不幸だとも思っていない。そんなものは超えている。ただ命そのものとして燃えている炎のようなもの。しゃかりきになって頑張るのをやめて、源から溢れ出すものにただ従えばいいわけですから、実はとてもシンプルな話なんです。だからやっぱり幸せって意外に簡単なんだろうと思いますよ。10秒の魔法。私はね、どうにもこうにも頭が嫌なことでいっぱいで、ぐるぐる巻きから抜け出せないのよ。っていうことも人間をやっていればありますよね。この状況から脱する10秒間の魔法をお教えしましょう。それは10秒間思考を停止することです。何ですと？どういう意味ですかそれ？と思われる方もいらっしゃるでしょうね。これは読んで字のごとく、本当に頭の中のおしゃべりを10秒間停止するということです。人間は皆、実はこの世界を創造した創造主に通じる力を持っています。つまり自分がどうすれば最善なのか、本当は知っているのです。ところが頭がいっぱいだと、その光の入り口が塞がっている状態なので、よくわからなくなるのです。そこで頭のおしゃべりをやめると、パッと光が差し、我に返るというわけです。そしてその状態でしばらく呼吸に意識を向けていれば、本当は自分がどうしたいのか分かってきます。もしもその時にすぐに答えが出なくても、後からパッとひらめきがやってきたりしますから、まずはぐるぐる巻きを一時停止すること自体に大きな意味があるのです。瞑想は実はこの思考停止状態を意図的に作る手法に過ぎません。私自身も毎日瞑想していますが、光とつながるコツさえ分かれば、本当は10秒間で良くなるのではと思っています。頭がぐるぐるしてきたら一度お試しください。少なくとも心の波が収まるのを感じるはずですよ。あなたの人生を謳歌できるのはあなただけ。あなたはこの宇宙の最高傑作です。宇宙はあなたのような人を作りたかったんです。そんな姿形で、そんな性格で、できることもできないこともあり、泣いたり笑ったり怒ったりする。そんなとってもユニークな存在をこの世に生み出したかった。だからあなたが生まれた時、本当は世界中が喜んだんです。よく生まれてきてくれたね。あなたが生まれてくれたことで、この宇宙はさらに豊かになるよ。ありがとうって。でも私たちは、そのことを一度忘れることにした。もう一回、こんな自分がいかに素晴らしい存在だったのか、思い出すゲームを始めたんです。だから、お前のここがいけない。ここを直せ。もっとこれができるようにならないとダメだ。って言われる経験をすることになった。自分なんていなくてもいい存在なんじゃないか、と思い込むようになった。でもね、そろそろそれがゲームであることに気づき始めた。多分そういう人たちがこの本を読んでいるのだと思います。この私でいいんだ。
思うままに生きていいんだ。この私を謳歌しようと決めたとき、私の人生も大きく変容しました。あなたも変わらなくていい。探さなくていい。目指さなくていい。この本が昔の私のように違うものになろうとして苦しんでいた人に、そのままでいいのだと気づくきっかけになったらとても嬉しいです。皆さんいかがでしたか？本書を読んだ後、僕はとっても前向きな気分を感じることができました。今のままで、そのまんまでいい。あとは自分の気持ちに従っていければいい。そう言ってもらえると肩の荷がふっと降りる気がしました。また、今のこの世界はすべてドラマ、ゲームのようなもので、それを楽しむために我々はここにいるのだという考え方、僕は大好きなんですよね。それが正しい、正しくないというのはあまり意味がないことで、その考え方を気に入ったり、面白く捉えられることの方が大切なんだと思うんですよね。そういう意味で、本書の伝えてくれている考え方は、僕的にはこの空気感いいかもって思うものばかりでした。本書には考え方を転換する様々な魔法が紹介されているのですが、その中でも僕が気に入っているのが、勝手に幸せになっちゃうワークです。本動画でも10秒の魔法というものをご紹介していますが、それ以外にも、こんな考え方をしたら確かに違うかも、とか、この考え方はなかったというものがたくさん紹介されていました。思わず試してみたくなるはずですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。